アートディレクションって言っても結構今回任せていただいた領域がすごい広くて、なんか美術とかそういうところもなんか自分のそのお家のお気に入りのやつとかを使わせてもらったりとか、ちょっとそれをね厳選するのにもすごい時間がありましたね。なんかルミネさんと仕事するっていうのを一個お仕事の目標に掲げていたので、本当に決まった時嬉しかったし、ちょっとまだ夢みたいですね。いつも毎シーズンそのルミネさんの広告は欠かさず見てて、いつか私もこのお仕事アートディレクションができたらいいなってずっと、なんなら中学生ぐらいの時から思ってたから、それがねなんか叶うっていう、視聴者さんの人たちにとにかく喜んでもらえるようなツアーにしたいなって思ってますめっちゃ可愛い。可愛い可愛い。キュンときます。キュンキュンしますね。まあこれでもちょっと重そうですよね。はい。あ、中華。これ。判断が早いですね。はい。いつもやってる。はい。ぐらいがいいんですね。ちょっとアーサー的な。ありがとうございます。ちょっと一回ご確認いただき。ほぐしました。あ、いいですね。整えて、
眺めてる。で生まれは違うんですけど、実家が柏にあって、そうなんです。千代田線で。あ、千代田線。千代田線入れたら嬉しい。千代田線で。めっちゃいいですね。横でもいける。顔を緩やかに。緩やかに。気持ちがこの辺があるので、気持ちをちょっと。めっちゃ合う。めっちゃ合う。良いですね。結構ポージング難しそうだけど、やってみてどうですか？ポージングはもう全然素人なんで指定していただいて。でも綺麗なポージングになってる。あ、本当ですか？なってる。やった。あ、いいですね。でもお花もルミネさんのグループのニューマンさんで全部選びました。そうなんですね。そうなんですね。だからなんか本当にアイテム選びするとき、だいたいルミネさんをチェックします。本当にチェックします。どうですか？撮影被写体になって。いやー、被写体慣れないですね。ちょっと緊張しますけど、でもなんか緊張しましたよ。ね、ポスターになるような絵が私なんかで撮れるかしそれやりながらっていうのがすごいけど。ら。確かに。でもいつもやってることですから。そうそうそう。鏡越しも可愛いなって思って、あーなるほどでなった時になんかもし変だなってあ、なるほ思ど。うのであれば、なるほどなんかこれはこれで私は可愛いと思うんですけど。それを撮る場合はむしろストライプの方にも着替えちゃいたい。確かに。じゃあ手元だけこれ。これ。春の動画を撮るのが一番好きかもしれない。へやっぱりお花の種類がすごい増えるんで、なんかその冬が明けてバッてこう春がやってきた感じが一層高まりますよね。あ、めっちゃいい。明るさとか。はい、はい、ありがとうございます。でもやっぱイエベ多いですよね。グレーとかすごい似合うんですよ。そうそうじゃあそう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 。髪色のグレーやったらもうあーわかります。こうやってチューリップってチューリップこんな感じですか。OK です。じゃあ、ちょっとご確認いただいて。はい。あ、いいですね。窓が。
ってる。でもちょっとそのメインがこれのアザーカットって感じで。はい、ありがとうございます。ではメイン見ちゃいます。もう一本同じぐらい。どうですかね。お願いします。外口こうあいうえおじゃないけどだんだんね多分表情筋が固まってきますよね。そうでお外見てる方があるんですけど、ビジュアルっぽいのはうん、そうですね。目ちょっとに光も入ってて私はすごい好きです。口は開いてないけど、もう気持ち顔正面気味にはいちょっとはいのやつで外を見てるやつの一枚。ぜひはい。素敵。いや本当にいつか。バッチリ。欲しいですね。そうですよね。ここのあ目立つ位置にガーンって。そうですね。手入れたら収まりいいかもです。なんだいらないのかむしろ。ああ逆に確かに他の写真が並ぶので。そうですね。インタビューカットがこの辺っていうことですね。でも多分これ見たらみんなあ持ってるやつだって思ってくれる。実際に聞くこともはい。すごく素敵です。ありがとうございます。はい。
憧れがあった？そうですね、やっぱりなんだろう、すごい小さな社宅に住んでたので、自分のお部屋がもうない状態で、もうぎゅうぎゅう詰めの築30年ぐらいの社宅にもう家族4人で。結構きついですよね。結構きつかったと思います。もう当時はね、子供だからそれが当たり前だと思ってましたけど、食に関してはみんな結構栄養価のあるものとかを気をつけて取ろうってすると思うんですけど、目に入るものって結構雑になっちゃってると思っていて、特にちょっと日本とかではあまりそれを気にする文化とかっていうのが今あまりないのかなっていうふうに思っていて、なんかここはちょっと入れちゃうとすごい暗いインタビューになっちゃうかもしれないんですけど、本当に早くに母が亡くなってるので、祖父母の介護とかもやってた時期があって、それで自分がやりたいことをやるのが30ぐらいになっちゃったっていうところもあって、なんかそこのバックボーンもすごい踏まえて、今こうやって好きなことができてるだけで幸せっていう感じなんですよね。なんとなくどうしてその身の回りをすごく整えてらっしゃるのか、垣間見えたような気がそのご機嫌になるっていうポジティブなところから入ろうとすると、慣れない、見つからないっていう課題にまずぶち当たってしまって、なかなかそれがむしろ不機嫌の原因になっちゃったりすることってすごいあるなって思っていて、私もそれにもうほんと10代とか20代の時すごい悩まされてきたんですよね。なんか素敵になりたいとか、ポジティブなところから一歩始めようとする方がなんかちょっと難易度が高い気がしていて、なんかそれよりもなんかその自分のなんかイライラする気持ちとかしこりみたいなものをすごい感じる時に、なんかむしろそこのなんか違和感とか、その対峙してる人でも物でもなんか仕事でも何でも違和感があったら、なるべくそこから離れて違う方にトライしてみる。なんか自分にマッチしたものが見つかると、心地がいいっていうのがなんかこう降ってくるというか、トライアンドエラーしないといけないっていう手間はありますけど、居心地が悪いままそこの場所とか人に一緒にいるよりこう違和感を大切にしながら行動に移すっていうのが、多分心地よさとかご機嫌っていうのにつながる近道かなというふうに思ってます。楽しかったです。めちゃくちゃありがとうございます。はい、皆さんこんばんは、ニコです。ただいま、お仕事を終えて、自宅に帰ってまいりました。私のお仕事の一日を、お送りしてみましたが、楽しんでもらえましたでしょうか。念願のルミネ町田さんの、ポスターの撮影のお仕事ということで、本当に楽しくってあっという間の時間でした。先日インスタグラムではお知らせをしましたが、今回ルミネ町田さんのご協力があってニコライフ初のトークショーで皆さんにお会いできることになりました。
応募は2月1日からルミネ町田さんのインスタグラムにて開始となっていますので、詳しくは概要欄からチェックしていただき、ご応募してもらえると嬉しいです。皆さんにお会いできるのを本当に楽しみにしております。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。ニコでした。